私が愛した釣りゲー。愛しているなら積むな。さあ第7回をやっていきたいんですけども、今回はインディー柄編ですね。あまり馴染みのない方も多いかもしれません。インディー柄はマイナーだと思うのだ。一方独自のクライアントアプリもあり、無料配布も頻繁に行われています。無料配布のラインナップに変更があった時はコミュニティの方で通知するようにしている。定期的にチェックしていただけると幸いです。みんなもゲームシュッシュしようよ。それではゲームを紹介していきましょうね。まずはこちら、間違いなくあれのフォロワー、スーパートータルカルネージ。あれっていうかヴァンパイアサバイバーズなんですけど、雰囲気ありますね。出血表現を無効にできないのは残念かな。普通にプレイしてたら画面も真っ赤になる。独自要素はオンライン対戦ができることです。本家には協力プレイがありますね。肝心の対戦ルールですが、まさかの対戦パズル方式。敵を倒すと対戦相手の敵が増える。要するにお邪魔ぷよですな。先に力尽きると負けです。面白そうではある。可能性は感じますが、売れるかどうかは未知数。なかなか難しいねんな。ちなみに私はこのネームの前身となった30 minutes to die を所持しています。これはアーリーアクセス前のアルファ版なので貴重です。一部のマニアが欲しがりそうなやつ。このゲームは伝説的なエピソードがあるので、いずれ一本の動画にするつもりです。お楽しみに。次はパンダの冒険。安っぽいとは名乗るなかれ、スーパーパンダアドベンチャーズ。ジャンルは 2D のプラットフォーマー。少し前までは圧倒的好評を得るほどの高評価。とにかくコスパが良さそうだ。安いな、しっかり遊べる。お財布に優しいですね。個人的にはレトロな感じもいいと思う。シップチューンとかなんか昔のが好きなんだ。次はサンタのリズムゲーム。サンタクロックだ、サンタロックさ。クリスマスソングのロックバージョンを遊べるゲームです。曲数は少ないのだ。軽く触ってみましたがタイミングが取りづらかった。 3D だからかな。無料でもらったものなので楽しめればそれで OK です。買うほどではないかな。次は難しそうなプラットフォーマー。あのさ、俺そろそろバイトなんだよね。バイトマミー。それってバイト違いですよね。はは。ジャンルはプラットフォーマーですかね。評価いくら？ 8.5。割と高得点なの草生える。でも難しそうだから積んじゃうかな。そんなことしちゃダメだろう。真面目ですね。次はとっとこ走らない。ハムスターの幹部はハム風だ。ハムスターダム。このゲームはスマホでも遊べるので操作方法は簡略化されています。ボスとの戦闘では基本が攻撃をかわすことになります。チャンスにカウンターを入れる感じ。人によっては肩透かしを食らう可能性はありますね。思ってたんと違うやつ。次はおもちゃの車。舞台は小さな世界、スーパートイカーズ。背景にコーラの缶があることからわかるように、操作するのはおもちゃの車になります。車の種類はいろいろあるみたいです。16種類少ない。アスファルト9と比較するとな。まあ買い切りのゲームですので。しかも無料でもらったし。何も言うことはない。さすがにマルチは機能していないようですが、キャリアモードで十分楽しめるでしょう。次は発想が独創的。手の届く範囲ならグラブザボトル。動画の編集中は利用頻度が高いアイテムを座ったまま手が届く場所に配置している。ティッシュとかゴミ箱とかね。それはもう立ち上がるのが面倒ですから。このゲームのアプローチは逆で、遠くにあるものでも手を無限に伸ばせばいいという発想。極度のめんどくさがり屋だけど逆に精密動作が必要になっている。本末転倒だ。そもそも手は無限に伸びませんけど。ダルシムやルフィならあるいは。次はパズルでございます。王道を行くウェイトゥーを。ジャンルはパズル。キャラクターをゴールへ導こう。画像は右折パネルを設置しています。本来なら左右へ往復するだけですが、パネルを踏ませると方向転換できる。準備段階では制限時間はありません。準備ができたら左下の再生ボタンを押します。このようにパネルを置かないと穴に落ちてしまいます。しっかりサポートしましょうね。次はリアルタイムなストラテジー。紛争を引き起こすもの、コンフリクトクラフト。単性じゃないからゆっくり考えている暇がない。とにかく前線へ兵器を送り込め。気づかないうちに手遅れになっていることもある。操作が忙しいのは苦手なんだよな。いずれ私の戦略をお見せすることもあるでしょう。ガバガバなの間違いなし。次は既視感がある。反対はボトルの側はトップバーガー。あれだ、料理研究部バンズの裏側。それ違うゲームなんよ。バーガーショップの経営というよりは指定のバーガーを素早く提供する感じ。客を待たせすぎるとやばいことに。沸騰した夜間みてえになってんよ。次は車椅子の老人。その冒険心は衰えず、ランパラン。命知らずの老人が車椅子に乗って爆走します。これはゲームだから許される。この車椅子ジャンプができるだと。連邦の車椅子は化け物か。止まらない車椅子 GG。これは勝ち取りたいものがありそうだな。次はコンバットレースアクション。我は海の子砂漠の子、デザートチャイルド。レースで賞金を稼いでホバーバイクをカスタマイズしたりラーメンを食べたりする。いわゆるコンバットレースなのでダメージを受けたら修理も必要です。何をするにもお金が必要だ。火星に行ってグランプリに出場しよよう、俺だよ、エディだ。誰だよ。
次はカートのレース。なんか似てるガキにするな、ベンゾレーサー。私が感心したのはこれなんですけど、 R を2つ組み合わせたロゴかな。これが8に見えてくるんですよね。それスイッチで一番売れてるレースゲーム。ゲームの内容は別にして、これ考えた人は天才だなと思って。ゲームの内容で勝負しろ。肝心のゲームなんですけど、騎士官しかない。これはダメかもわからんね。どう見てもレインボーロードじゃねえか。この開き直りはなかなかすがすがしい。次は骸骨くん。生き延びて強くなるスカルローグ。骸骨である主人公は襲い来る骸骨を返り討ちにする。とにかく倒しまくれ。レベルが上がるとポイントを振り分けることができます。永続強化で強くなれ。次は終わりのないディフェンスでもいいよ。君が僕を見つめ続けてくれるならキャットディフェンス。右から敵が押し寄せてくる。左へ受け流さず押し戻しましょう。ムーディーでは勝てない世界。時には流れに逆らうことも必要だ。レーンが3つあるので強キャラ1体では防げない。限られた資源で勝利を目指せ。次はカッコワラ。これは超次元サッカーだ。グッド LOL。このゲームはフィールドのプレイヤーを操作することができない。ではどうするか。とりあえず地雷のようなものを設置してみた。これは神の視点からいたずらをするゲームだ。このようにゴールキーパーすら吹き飛ばすことができる。あとはボールは相手のゴールにチューン。続編っぽいゲームの購入しました。むしゃくしゃした時にやろうか。次はパズルプラットフォーム。キューブをゴールに導けキューブランナー。ダミーのキューブを命がけで運んでそう。オッサムは使命を果たしたんだ。キューブは自動的に走り始めます。ジャンプをしたりレイヤー切り替えしたり、想定よりも忙しそうな印象です。マウスでのエイム力も試されますね。パズルよりもアクション寄りですかね。私はね、パズルよりの方が好きなんです。次は暇を持て余した紙の遊び。組み合わせて想像です。Google ボット。2つの素材を組み合わせて新たな素材を生み出していく。斧と木で木材みたいな。石が2つで火が生まれる。火打ち石的な発想なのかな。石が3つだとストーンヘンジになります。納得できるかどうかは個人差がありそうね。次は街づくりとパズル。街づくりとは金庫だ。バランシティ。見るからに不安定な地盤に街を築いていきます。不安定ってレベルじゃねえぞおい。左に警察署を置くと、もうこの傾き具合。心当たりのバランスはどうか。こうして私の街は崩壊しました。バランス感覚に長けたやつ、至急メールくれや。次はオールドスタイルのダンジョンクロール。マインスイーパーみたいなあれ。ルーストーンキーパー。このゲームは相当日本語が怪しい。下1個ってなんだよ。私は鍵った門を発見した。おそらく鍵がかかった扉のこと。鍵を持っているやつを見つけました。なんとなくで理解できるから困る。鍵を見つけました。シンプルながら楽しそうなゲームです。翻訳もネタにできそうだね。次はちょっと変わったシステム。よろしいならば逆走だ。スポイラーアラート。ゲームを始めるとワールド3だけ解放されている。ワールド1にはどこですか。最終ステージから始まっている。あ、最終ステージを進めていくと、なんとスタッフロールが始まってしまう。突如巻き戻るスタッフロール。そう、ここから冒険は巻き戻っていくのだ。なかなか攻めた内容のゲームだね。ステージ構成も最後から始まるのは珍しい。次は古典的なシューティング。あのゲームを現代アレンジ。スーパーデストロノート。操作は左右の移動とショットのみ。わかりやすくていいっすね。簡潔に言うならインベガーゲーム。わかりやすくていいっすね。敵は迫ってきませんが、常に至近距離なので緊張感はあります。最初からクライマックス。気分転換に軽くプレイするのが良さそうです。短時間でサクッと遊べそう。次はぶっ飛んだ世界観。可愛いよデルイ突撃人間戦車。イメージとしてはスパロボのような流れですね。会話パートみたいなのがある。そして戦闘パート、難しそうな印象です。じっくり考えたいところなんですが、戦闘はセミリアルタイム方式になっています。私はターン制の方が好きです。最後は哲学的。逃れられるカルマ排泄行為に過ぎないフーティーフィロソフィー。これは魔のことなきクソ名です。タイトルを翻訳するとより理解できます。このゲームは毎日同じことを繰り返します。それが排泄行為。わざわざゲームでやることだろうか。スペースキーで踏ん張ることができる。ゲージを満タンまで貯めましょう。よくわからない表情を浮かべて一日が終わります。どうコメントすべきかわからない。このサイクルを1ヶ月続けるとおそらくエンディングになります。苦行すぎるね。以上24本のゲームを紹介しました。お疲れ様でした。シリーズの完結が近づくと投稿ペースが落ちる癖を直したいです。申し訳ない。何なんだろうね。RPG をクリア直前でやめちゃう的な。そういう勢力は存在します。でもやると決めたからには最後までやります。次回はなるべく早くお届けしたい。ということで今回の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。